我ら260万の全関東労働者は2月1日午前0時を切って全国一斉にゼネストに突入し、断固として戦うことを宣言する。労働運動が日本全体で盛り上がりを見せる中、吉田内閣は労働運動に対して対立的な姿勢を明確にしました。これを受けて三別会議や総同盟といった労働組合は、全官公庁労働組合員がゼネストに突入すると発表します。ゼネストというのはゼネラルストライキの略で、全国で一斉に行われるストライキのことです。今回は全官公庁労働組合員によるゼネストなので、国家公務員や地方公務員が中心となっていましたが、民間の労働組合もこれに同調したため、約260万人の公務員を核にして、最大600万人もの労働者が仕事をしなくなる可能性が出てきたのです。学校や鉄道、電気、通信といったあらゆる産業が全て停止する、これまでに一度もなかったような規模のストライキになると予想されました。実施予定日は2月1日とされたため、このゼネストは21ゼネストと呼ばれます。皇居前広場には吉田内閣打倒と危機突破を叫ぶ国民が約30万人集まり、ゼネストは成功するかに見えました。臨時ニュースを申し上げます。マッカーサー元帥は今日午後2時半、次のようなステートメントを発表しました。世は連合軍最高司令官としての権限を持って総費業を行う目的をもって団結した各組合の指導者に対し、現在の疲弊した日本において致命的な社会的影響を及ぼすかかる手段を取ることを許可しないことを通告し、かかる行動を進めることを中止するよう命令を発した。マッカーサー元帥のスト中止命令を受けて31日午後7時半に開かれた共同闘争委員会では、佐世事務局長が男泣きに泣きながらその経過を報告。さらに慎重討議の結果、2月1日ゼネストはついに中止となりました。 GHQ がゼネスト実施の直前に動いたことにより、ゼネストは中止されることになりました。占領統治の責任者である GHQ としては、社会的混乱を招きかねないストライキを好ましく思っていなかったのです。ゼネストは交通・通信を麻痺させ、国民を飢餓状態に追い込む。さらに電力やガスの原料である石炭の輸送も困難となり、細々と操業を続けている産業が止まってしまうだろう。もしゼネストが実施されれば、日本の労働者をアメリカの軍が鎮圧している姿が世界に発信されることになる。それは絶対に避けなければならない。このような危機感を抱いていた GHQ は、何としてでもゼネストを阻止したいと考えていました。こうして GHQ は労働組合の代表を招き、非公式にゼネストの中止を勧告していたのです。この命令を受けて社会党と総同盟は、GHQ はストライキに反対していると理解し、ゼネストの戦線から離脱。しかし共産党は当初から占領軍は解放軍であり、労働者の味方である。よってストを禁止するはずがないと信じていたため、この GHQ の対応に大きな衝撃を受けました。それでも共産党は、もはや止まることはできないと考え、GHQ の勧告を無視してゼネストに突入しようとします。ところが、ついにマッカーサー自身が動き、ゼネストを中止せよと正式に命令を出しました。こうして21ゼネストは GHQ によって強制的に中止に追い込まれたのです。ゼネストの中止はその後の日本に大きな影響を与えました。まず第一に挙げられるのが社会運動への影響です。21ゼネストでは三別会議や日本共産党がその指導者として先頭に立っていました。しかし彼らは GHQ の指令一つでストライキを中止に切り替えてしまったのです。この様子を見た労働者たちは共産党は信頼できないと考えるようになり、共産党の影響力は急激に弱まっていきます。その一方で労働者たちは共産党と三別会議の革命主義路線ではダメだ。これからは社会党と総同盟による労使協調路線の時代だと考えるようになり、社会党への期待が高まっていきました。こうして反吉田共同戦線を作ろう
政治家、労働者、資本家が協力すべきだというような声が広がっていったのです。次に挙げられる2つ目の影響は GHQ への影響です。ゼネストの動きを見たマッカーサーは、経済的困窮は民主化を揺るがしかねないと考えました。このような危機感から GHQ は統制経済を強化する方向へと動いていきます。さらに GHQ はゼネストを強行しようとした日本共産党に対する警戒を強め、共産党は危険であると判断するようになっていきました。そしてそれと同時にゼネストを自力で抑えることができなかった吉田内閣にも不信感を抱きます。吉田内閣はこの事態を乗り切る力がない。政権を交代させるべきだ。そう考えたマッカーサーは吉田茂に対して衆議院選挙を早く実施しろという書簡を送ります。表向きは前回の総選挙以来、日本の気候や経済が大きく変わった。よって改めて国民に自由な意思を問うことが必要であるという内容でしたが、実際の意図は新しい内閣を成立させよというメッセージでした。そもそもマッカーサーは占領が始まった当初から占領はせいぜい 2,3 年が限度だろうと考えていた可能性があるとされています。また当時のアメリカでは翌年に大統領選挙が予定されており、マッカーサーは日本占領の成果をもってその選挙に出馬したいとも考えていました。そのような思惑も関連してマッカーサーは日本の占領統治の仕上げに向けて動き始めていきます。非軍事化は終了した。民主化もほぼ完成に近づきつつある。次の課題は経済復興である。そのためにも早期に講和を結ぶ必要がある。そのような声明を発表したのです。ここにおいてついに講和問題が公に語られるようになりました。日本は占領の終結へ向けて次の段階へと進み始めることになります。こうして占領統治の段階が一歩進んだような情勢の中で GHQ から総選挙の実施が指令されました。これに伴い各政党は選挙に向けて再び政党の再編成に動き出します。まず自由党は大きく2つのグループに分かれました。一つは吉田茂を中心としたグループ。もう一つは吉田に不満を抱く芦田仁を中心としたグループです。また進歩党も同様に重原喜十郎を中心としたベテラン議員のグループと犬飼武が率いる中堅若手のグループに分裂しました。そもそも進歩党は戦時中の翼賛選挙で推薦された候補が多かったため、世間では最も右寄りの政党というイメージを持たれていました。中堅若手議員たちはこのイメージを払拭しなければいけないという思いを強く感じており、高まる労働運動の中で選挙への危機感を募らせていました。よって進歩党の中ではベテランのグループは自由党と保守合同すべきだと主張する一方で、中堅若手のグループは一歩左によって社会党と連立すべきだと考えているという対立状態が生まれていたのです。このような対立の中で中堅若手グループは総裁の重原を最高顧問に押し上げ、党内の主導権を掌握します。そして翼賛議員のイメージを払拭するため日本進歩党を解散し、新たに民主党を結成しました。この新党は自由党の左、社会党の右を狙う中道政党であると位置づけられています。この動きに注目したのが自由党内部にいた芦田仁を中心とするグループです。彼らはこのタイミングで民主党に合流しました。しかしその直後に犬飼武ら中心人物が公職追放されたことで、民主党は不安定な体制のまま選挙戦に突入することになります。その他にも中道志向の中小政党である共同民主党と国民党が合同して国民共同党が結成されるなど、政界の勢力図は大きく塗り替えられていきました。こうして総選挙が行われた結果、日本社会党が第一党となりました。この背景には21ゼネストの中止によって共産党に失望した人々が社会党に期待を寄せたという世論の変化があったと言えるでしょう。当時の GHQ は日本の改革を推し進めたい。しかし共産党のように急進的なのは困る。かといって自由党のように保守的なのも望ましくないと考えていたため、穏健な改革路線を掲げる社会党が第一党となった今回の選挙結果には GHQ も非常に満足していました。しかし社会党が第一党になったとはいえ、議席数では自由党や民主党と拮抗しており、
いずれかの党が圧倒的優勢という状況ではありません。例えば自由党と民主党の2党を合わせると過半数を超える議席数となるため、第1党である社会党を差し置いて保守連立政権が成立する可能性すらあったのです。しかし自由党総裁の吉田茂はこの際負けぶりの良いところを見せることが大切だ、ここは社会党に任せようと考えて保守連立による政権奪取の道は選びませんでした。こうして社会党の委員長である片山哲が総理大臣に選ばれることになったのです。とはいえ社会党は衆議院で過半数を取っているわけではありません。そのためこのままでは安定的な国会運営が非常に困難になります。よってどこか他の党との連立が必要となりました。そこで社会党が構想したのは自由党、民主党、国民共同党の3党と提携し4党による挙国的連立内閣を実現することでした。4つの党で連立を組めば国会運営は盤石になるだろう、そのように考えたのです。しかし現実はそう簡単にはいきませんでした。連立を構成する政党の一つである民主党ですら党内がベテラングループと中堅若手グループに分かれ意見が一致していない状況だったのです。そうした中でさらに4つの政党で政策を一本化していくというのは現実的には非常に困難でした。特に民主党の中堅若手グループは公職追放で中心メンバーたちを失っており、政党としての体裁も不安定なままです。そんな中で彼らは民主党に合流したばかりの芦田仁に注目し、彼を総裁とすることで社会党との連立に踏み出す決断をします。しかし一方で自由党の吉田茂から見ると、かつて自分に反発して自由党を離党した芦田仁とはそう簡単に組むことはできません。吉田は共産党との提携を主張する社会党左派を排除せよと求めましたが、社会党はこの要求に応じることができませんでした。その結果自由党は内閣に入ることはできない。しかし閣外からの協力は行うという立場を取ります。こうして自由党は政権の外にいながらも社会党政権を支える形で政治に関与していくことになったのです。こうして社会党、民主党、国民共同党の3党による連立内閣が成立しました。この政権に対して GHQ も期待を寄せており、マッカーサーは社会党の片山哲が新首相に選ばれた。日本の政治は中道政治を選んでいると評価した上で、今回首相になった片山がキリスト教を信じるクリスチャンだったことにも言及し、日本が歴史上初めてキリスト教徒の指導者に導かれることになったとして、片山内閣の誕生を歓迎する声明を発表しました。こうして民主化を推進してきた GHQ の民政局と穏健改革路線を掲げる社会党が連携する形で、日米の改革派連合政権がスタートすることになったのです。